皆さんこんにちは。日本語教師のココです。今回はもったいないという言葉を説明します。もったいないは使えるものが捨てられたり、働けるものがその能力、力を発揮しないでいたりして惜しい感じであるという意味です。何かを使わないで無駄になっていると感じる、使えばいいのにという気持ちです。残った食べ物を捨てたり、時間が無駄になるともったいないと感じます。例えば、ライブのチケットを買いましたが、風邪で行けませんでした。チケットを誰にもあげることもできませんでした。もったいないです。次の例です。子供が水を止めないでずっと出しっぱなしにしています。水を流し続けるのはもったいないです。子供にもったいないから水を早く止めてと言います。次です。今日は天気がすごくいいです。天気がいいのに家の中にいたらもったいないです。公園に散歩に行けます。皆さんはどうですか？天気が良かったらもったいないと感じて外に出たくなりますか？私は家にいるのが好きなので、天気がいい日に家にいても全然もったいないと思いません。天気が良かったらベランダに洗濯物を干して家でゆっくり過ごすのが大好きです。次です。弟は日本語の他に英語、中国語、フランス語、ドイツ語を話すことができます。言語を習得する能力が高いです。弟は今仕事を見つけようとしていますが、全然言語を使わない仕事を探しています。もったいない。弟に言います。もったいなくない？通訳とか言語能力を使う仕事にしたら？時間やお金だけじゃなくて持っている能力を使えばいいのにと思う時ももったいないを使うことができます。さて、もったいないという言葉を聞くと私はもったいないばあさんを思い出します。もったいないばあさんは絵本です。中国語、韓国語、ベトナム語、ヒンディー語などに翻訳されて世界で読まれていますが、皆さんご存知ですか？この絵本の中のキャラクター、もったいないばあさんは誰かがもったいないことをしていると、もったいないと言いながら現れます。そしておばあさんが知っている昔の知識などを使ってどうしたらもったいなくなくなるかを教えてくれます。YouTube でもったいないばあさんのアニメがあります。夜に電気をつけるのはもったいない。暗くなったら寝るだけとか、みかんの皮を捨てないで干してお風呂に入れてみかん風呂にして体を温めましょうとか教えてくれます。そしてこんなのもありました。子供がお茶碗に米粒、お米を何粒か残してしまっていました。もったいないばあさんはその米粒を集めて食べます。さらに子供の口の周りについている米粒ももったいないと言って舐めようとします。ちょっと怖いですが面白いアニメでした。そしてもったいないばあさんが言います。もったいないは自然の恵み、いただく命、作ってくれた人にありがとうって大切に思う気持ち、敬う心なんじゃよ。とてもいい言葉です。自然の恵みというのは私たちが生きるのに必要な自然、水や木や食べ物などです。敬うというのは尊敬するとも言いますが、優れているものとしてリスペクトする気持ちです。この言葉には作者の真珠まりこさんの気持ちが込められています。真珠さんは息子さんにもったいないってどういう意味と聞かれ、答えられなかったことがきっかけでもったいないばあさんの絵本を作ったそうです。もったいないばあさんのホームページにある真珠さんの言葉を読ませていただきます。もったいないはただ無駄なことをしないというだけでなく、自然の恵み、いただく命、作ってくれた人に感謝する気持ち、他の人や物を大切に思う思いやりが込められています。それを一言で言うと、敬う心。
自分たちだけが正しい、自分さえ良ければと思うのではなく、分け合い、他の人が大切に思っていることを同じように大事に思うこと。私はもったいないばあさんは今の時代に必要なメッセージを伝えるおばあさんで、もったいないの心があればこの世界はもっと良くなると思うのです。だからアニメーションとなって世界の人たちにもったいないばあさんからのメッセージを見ていただけるのはとても嬉しいです。ここまでです。私はこれを読んでなるほどと思いました。私は日本語学校で日本語を教えているんですが、留学生にもったいないを説明するときに無駄だと思うことだけじゃあまり伝わらないなぁと思っていました。もったいないはただ無駄と思うだけじゃなくて、いろんなものに感謝する気持ち、ありがとうございますと思う気持ちがあって、自分だけ良ければいいんじゃなくて、みんなで分け合って何でも大事に使うことだと学びました。もったいないって本当にいい言葉だと思います。このもったいないという日本語を世界に広めてくれた方がいます。それはワンガリ・マータイさんというアフリカ・ケニアの女性で、2004年に環境の分野でノーベル平和賞を取った方です。マータイさんは2005年に初めて日本に来て、もったいないという言葉に出会い感動したそうです。そしてマータイさんはこのもったいないを日本語のまま世界に広めようとしました。アルファベットでもったいないと書きます。マータイさんはもったいないを3つの R、reduce、ゴミを減らすこと、reuse、再利用すること、リサイクルすることという環境活動の 3R、そしてリスペクト、先ほども言いました尊敬の気持ちを足した4つの R だと分かりやすく説明し、世界に広めてくれました。私は小さい時テレビのニュースでマータイさんが大きな国際会議のようなところでもったいないという言葉を使ってスピーチしているのを見ました。日本語が使われてとても嬉しい気持ちになったのを今でも覚えています。これからももったいないが世界にどんどん広まってほしいなと思います。最後に会話アニメについてです。サムライキャットジャパンのジョバの会話アニメもったいないを見ていただけたでしょうか。コンビニでバイトをしているジョバは消費期限という言葉を店長から教えてもらいます。消費期限が切れたもの、過ぎたものはお店で売れないので捨てなければなりません。消費期限がもうすぐで捨てるたくさんのお弁当を見てジョバはもったいないと思います。消費とは使ってなくすこと。消費の消は消すの漢字です。消費期限は書かれている日付、時間まで安全に食べられる期限のことです。この会話アニメはジョバと同じように日本のコンビニでバイトをしているある留学生が書いた作文から考えました。作文にはコンビニで捨てる大量のお弁当を初めて見たときびっくりしました。そして泣きそうになりましたというような内容が書いてありました。留学生の国ではまだ食べられるものをこんなにたくさん捨てるなんて考えられないのでしょう。日本のお店では食べ物を捨てるのが当たり前になっているかもしれないとそれを読んで気づきました。私は以前あるドーナツ屋でバイトをしていたんですが、その日に売れなかったドーナツは全部捨てていました。最初はもったいないなぁと思っていましたが、慣れたらドーナツを捨てるのはただの作業になってもったいないと思っていなかったかもしれません。良くないですよね。留学生の作文も私がバイトをしていたのもだいぶ前の話なので今は変わっていてほしいなと思います。今は日本でも食べ物を捨てるのはもったいないのでやめましょうという考えが前よりも広まっています。お店でも捨てないようにする工夫がされていると思います。すべてのものに感謝してもったいないことが少しでも減ったらいいなと思います。あ
と消費期限に似た言葉で賞味期限というのがあります。2つの違いを説明します。まず消費期限。消費期限は先ほども言いましたが、書かれている日付、時間まで安全に食べられる期限のことです。お弁当、サンドイッチ、ケーキなど悪くなりやすい食品に表示されています。一方、賞味期限とは書かれている日付まで美味しく食べられる期限のことです。賞味とは食べ物を美味しく食べることです。賞味の賞は賞金の賞、味は味の漢字です。賞味期限は美味しく食べられる期限です。お菓子、カップ麺、缶詰、ペットボトルの飲み物など消費期限が表示されている食品に比べて悪くなりにくい食品に表示されています。賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるというわけではありません。日本で食べ物を買うとき、消費期限と賞味期限、どちらが書かれているかぜひ探してみてください。先ほどもったいないばあさんの話の中で米粒、お米の粒の話をしましたが、会話アニメでジョバがごちそうさまでしたと言ったとき、口の横に米粒がついていたことに気づきましたでしょうか？ご飯を食べたことがわかるように一粒つけたので、ぜひ見てみてください。はい、ということで今日はもったいないについてでした。最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。